今からですね、日本海最大の島佐渡島一周車中旅に行ってきます。この軽キャンピングカーインディ727に自分で設置した400ワットソーラーパネルとポータブルバッテリーのみ、ガスは使用せずに電気のみオフグリッド車尺で一周目指します。今は朝の4時14分です。富山県の高速道路サービスエリアにいます。隣の新潟県に行って7時出発のカーフェリーに乗ります。フェリーの受付が1時間前なので6時直江津港に到着予定です。そこから2時間半の船旅で佐渡島に渡ります。どんな島なんでしょうか、楽しみです。3日間で島を回る予定です。天気予報は晴れなのでソーラーパネルガンガン電気発電してくれると思います。今回の設備の詳細は佐渡島着いたら時間ありますのでまた説明します。おはようございます。7時10分の船ご乗船ですかね、はい、ありがとうございます。そして後ろのこのはみ出し分ですかね、はい、これってなんか事前に申告とかあったりしますかね。いやしてないです。してないですかね、はい、もしかしたらちょっと長さわかりました。ちょっと料金高くなってしまうかもしれませんので、わかりました。こちらでちょっとご了承の方お願いいたします。はい、はい、到着しました。はい、じゃあ並びます。はい、ちょっとですね、今車両がうちのボックス、リアボックスで長くなるかもしれないんでちょっと測ってます。4メーター未満ですかね。4メーター未満。じゃあギリギリ大丈夫ですね。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。ジャスト4メーター。本当ですか。わかりました。よかったです。ほっとしました。なんか長さが4メーター超えていると料金が上がるようです。でこのリアボックス含めて4メータージャストだったんで普通の軽自動車の価格で行けるようです。ネットの方で予約しましたんで手続きしてきます。すごい係員の方が話し合って騒然としています。多分こういった軽キャンピングカーのリアボックス付きは珍しかったんでしょうね。軽自動車1台大人1名で片道17,530円でした。その他佐渡島で使える割引券いただきました。なんかカフェやお土産屋さんとか割引になるようです。これがカーフェリーですね。なんかもっと小さいかなと思ったんですけど結構大きかったです。この乗り込む瞬間がたまらないんですよね。はい、動き出しました。それでは船の中入ります。部屋なんですけど2等室と1等室、そして特等室3つあります。で今回一番安い2等室にしました。もうこんな感じで雑魚寝のとこですね。自販機があってカップヌードルとジュースは売っているようです。ちなみに1等客室なんですけど今誰もいてないんで撮ってます。こんな感じで自分専用の布団がある感じですね。仕切りはないんですけど自分のスペースはある感じです。ここいいですね。こんな感じでラウンジも利用できるようです。結構あらゆるところにこういったソファがありますんで自分の部屋よりもこっちの方が居心地いいかもしれません。はい、出港しました。景色綺麗なんですが海の上が霧がかかってます。佐渡島着いたら晴れて絶景が見れるのを祈ります。はい、ありがとうございます。毛布100円で借りれましたんでこちらで仮眠します。今日は朝早かったんですぐに眠れそうです。はい、とうとう到着しました。佐渡島上陸です。すぐ近くに公園ありましたんで一旦ここで車内のアイテム紹介します。
ここの公園は港全体が見えますんでロケーション抜群です。なんか本当に島という感じで別の世界に来た感じがします。新潟出るときは少し寒かったんですけど、ここはあったかい気がします。やっぱり島なんで気候も若干違うんですかね。ここから時計回りにぐるっと一周します。一周約280キロです。なんか聞くところによると佐渡島は熊がいてないようです。安心して車中できます。今回の旅のコンセプトはガスは使わずに電気だけで自己発電のみで回ります。主にこのソーラーの発電をポータブルバッテリーに貯めて一周目指します。佐渡島一周の車内装備なんですけど、まずは冷蔵庫、5チュールの15リッターの車載冷蔵庫を持ってきています。こちらバッテリーに内蔵されています。ここにバッテリーが内蔵されています。 AC コンセントと DC ソケット両方充電できます。今回お水は満タン入れてきました。ここに13リッターの生活用水タンクあります。こちらは歯磨きや洗い物などに使います。料理などに使うお水はこちらに入れてきました。クッカー類は狭い車内でもすぐ使えるようにこんな感じで木の台に置いて木を固定してずれないようにしてます。 IH 調理器に愛車用のフライパン、お湯を沸かすケトルに炊飯器、消火スプレー、このソファー下にも置いてます。電気鍋も持ってきました。今回何調理するか決めてないんでできるだけ対応できるようにいろんなもの持ってきました。でこのソファーの奥にゴミ袋系やラップや調理で使うクッキングシート、アルミホイルなどを置いてます。で調理中匂いがこもらないようにこれ換気扇、ここ開けて回すと匂いが排出されます。この横の窓にも昔に作った USB の4連ファンがあります。で今回ですね、結構車内が暑くなりそうなんで、これは換気扇、空気を入れ替えるファンとして日中や夜暑かったら使います。締め切ると暑いんですけど、外の空気を取り入れてあげればかなり温度は下がります。でここにはシュラフ、その奥には緊急トイレ用のラップもあります。で凝固剤ありますんで、ラーメンのスープなど汁物、捨てるものが出ましたらこちらで固めます。ゴミはこのリアのボックスに収納して帰ってから捨てます。もしくは捨てれる場所、キャンプ場など車中泊する場合はそちらで処分します。肝心のソーラー発電システムなんですけど、ソーラーパネルはボージ RV の 200W フレキシブルソーラーパネルを2枚積んでます。合計 400W です。これ1年前に自分で屋根つけたんですけど、コーキングとかもまだ大丈夫ですね。しっかりしています。バッテリーなんですけど、こちら吉野の容量 2611Wh定格出力 3300W の超大容量のポータブルバッテリーです。ソーラーパネルからポータブルバッテリーへの配線なんですけど、この線2つがソーラーパネルからの配線です。でこの切り替えボックスに一旦入れて、でこちら側にするとポータブルバッテリーで、上にレバーをするとサブバッテリー、このキャンピングカーにリチウムバッテリー積んでますんで、そちらに充電されるように自分で選べるように設置しました。で今現在もう全然対応出てないんですけど、約 91W 発電されています。さすが 400W のソーラーパネルですね。この曇りでも 100W 近く発電されています。バッテリー残量が現在 94% です。ここから電気消費してソーラーパネルで回復してっていうサイクルでいけるとこまで行ってみます。容量が結構あるので節電すればいけると思います。でこの照明に関してはこのキャンピングカーについてるサブバッテリーの電気を使います。というのも配線的にちょっと難しかったんで、これはもうこのまま使えます。なので照明以外の電気を全てこのポータブルバッテリーで賄う感じです。この吉野のポータブルバッテリー超大容量なんですけど、意外とコンパクトなんでこの軽キャンピングカーでも普通に置けました。今回メーカーさんからお借りしてるんですけど、よかったら買いたいと思います。このポータブルバッテリーいいなと思ったポイントなんですけど、この Amazon のサイトの説明を見ていると温度がマイナス18度から60度まで対応できるようです。普通40度とかいっても50度ぐらいまでしか対応できないんですけど、60度だったら車に放置でも大丈夫ですよね。やっぱりこのぐらい大容量で重くなってくると毎回充電のために持って下ろすの大変ですよね。かなりキャンピングカー向きなポータブルバッテリーだと思います。というのもバッテリーの種類が固体電池だそうです。今ではリン酸鉄リチウムバッテリーが主体だったんですけど、より安全でより軽量なバッテリーの種類に変わっています。今のところこの吉野さんだけですよね。今回この上のスペース持ってないんで、こういった木のボックス置いています。でキャンプで使っているロープ、こちらで固定しています。で助手席回してますんで、こんな感じで助手席と一体になってずれません。かなり良さそうなポータブルバッテリーなんですけど、今回の旅で気になるのが AC コンセントを使うとき結構ファンがうるさいポータブルバッテリー多いんで、今回うるさくないか、その他使いにくいところはないか、その辺を確かめたいと思います。今から向かう場所なんですけど、まずは最南端の町を目指します。その途中地元のスーパーも寄って
地元の食材見てみます。なんかマップ今確認したら1分でスーパーあるみたいなんで、一度そこ行ってみます。うわ、すごい味のあるスーパーですね。こじんまりしてますが嫌いじゃないです。目の前の駐車場のところにはなんか特産品売っているコーナーがあります。野菜ですかね。うわ、すごい、見たことない名前の魚やエビが売ってます。地元佐渡島で採れた新鮮なお魚たくさん購入しました。それでお魚冷蔵庫に冷やしていきます。この南蛮エビっていうのがすごい美味しいらしいです。店員さんに聞いたら今日の朝採れたての南蛮エビだそうです。今日の夜生でいただきます。それでは佐渡島最南端目指して安全運転で再出発します。さあ始まりました。なんか今は畑の綺麗なとこ走っています。なんでこの島っていうだけでこんなテンション上がるんでしょうか。もうすごい今回の旅ワクワクしてます。なんかやっぱり圧倒的に車が少ないですね。時間がゆっくり流れています。宿根木という佐渡島最南端の町に来ました。先ほどの小木港からはすぐでした。これ郵便局なんですけどめちゃくちゃ味ありますよね。で、郵便局の駐車場が観光用に無料開放されています。小木宿根木郵便局です。今は見ることがなくなったこのレトロな郵便ポストもあります。街並みと最南端へ行きたいんですけど、その前にお腹空いたんでご飯の用意だけしときます。ご飯出来上がるときに水蒸気少し出ますんで少しだけ窓開けました。家電関係の配線なんですけど、吉野のポータブルバッテリー、後ろに AC コンセントがあります。これが AC コンセントで、その上ここにあるのがソーラーパネル、今入力しています。でそこから延長コード配線こうやってはわして、このカーペットの下通ってでテーブルの下まで延長しています。でこれで家電使えるようにしました。今 AC コンセント使っているんでファンが回ったんですけど、すごい静かです。もうほとんど回ってないような静かさです。これから使っていって本体が熱くなってくるともっとうるさくなるかもしれません。この辺は使っていって体感します。今炊飯器の消費電力は約 240W です。そしてソーラーパネルから 120W 入力されてますんで、相殺されて 120W の消費ですね。ソーラーパネルのおかげで家電の消費量が半分になりました。ちなみにこのポータブルバッテリーはソーラーパネル 600W まで対応しています。すごいですね。晴れの天気予報だったんですけど、少し雨が降ってきました。ソーラーパネルの発電量が心配です。うわ、ここすごいですね。街が一望できます。宿根木は江戸後期から明治初期にかけて発展。入り江に面して民家100棟ほどが密集する街並みです。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。この屋根、かやぶき屋根すごいですね。確かに江戸時代の感じがします。当時の人もこうやって同じ風景を見てると思うとなんかロマンを感じますね。では街並み見てから最南端に行きます。うわ、この道たまんないですね。なんか本当に昔にタイムスリップしたような空間です。これは来てよかったです。なんかですね、この民家公開してるようなんで一回行ってみます。エアコンすごいですね。年季入ってます。これこういう風に塗ってるんですかね。ちっちゃい子供の自転車もなんか置物のようですね。こうやって実際に住まれてる街並みが観光地になってるってすごいですね。やっぱり住民の方の協力がないとこれはできないと思います。この消火栓レトロです。ここにも郵便局ありました。めちゃくちゃ雰囲気ですね。旧郵便局舎、大正10年1921年に建てられた宿根木でも数少ない洋風建築である。これ当時そのままなんですかね。保険、貯金、年金、電話、為替、電信と書いてあります。ここですね。公開民家清九郎、このような中になっているようです。この
しっかりとした石畳の階段上がって、すごい雰囲気のある入り口です。書いてますね。午前9時から午後5時まで。うわ、やってしまった。財布持ってくるの忘れました。400円で入れるようです。ちょっと今から取りに帰るのはあれなんで、今回は外から楽しみます。なんか中入ってずっと奥行くと中庭もあるんですね。これは見る価値あると思います。ここも公開されてるっぽいんですけど、定休日って書いています。ほんとカフェみたいなおしゃれな家ですね。家の横にはプロパンガスがあります。やっぱりここは都市ガス通ってないですよね。ここめっちゃいいですね。街の中に小川が流れていって石畳の橋があります。この奥にはお茶屋さんもあります。宿根木の暮らし、なんかお祭りもあるようです。チトチントン、なんかすごいお祭りですね。まだまだ見どころたくさんで歩いてるだけで楽しいです。でも先を急がないといけないんで、今回はこの辺にしてきます。ここですね。宿根木海岸。ここは佐渡島の最南端になります。たらい船の観光もあるようです。あそこには洞窟のような遊歩道があります。ここが最南端なんですね。今日は海、霧がかかっていてはっきり見えないんですけど、晴れていったら本州見えるんでしょうか。最南端到達の記念にジャンプしようかなと思ったんですけど、結構人いてるんで最北端に取っておきます。それでは車戻ってお昼ご飯いただきます。ご飯もいい感じに温まってると思います。うわ、すごい暑いです。軽く換気したんですけど熱がこもってます。ここに温度計設置しています。車外の温度が現在 19.8 度、車内は 27.4 度、かなり中は暑くなってます。このベンチレーターで換気していきます。後ろも換気していきます。こっち側のベンチレーターはインにします。でこちら側は排出にします。これでここから空気が入ってこっちに出ます。もう一瞬で涼しくなりました。これなら車内でご飯食べられます。はい、ご飯はもうこうなってます。炊けてますね。熱々です。おかずなんですけど、先ほどのスーパーでこの佐渡産の平正という焼き魚を売ってました。初めて食べます。どんな味するんでしょうか。あとはこちらも佐渡産の山菜天ぷら、タラの芽、こちらもいただきます。こちらは電子レンジはないので愛知チョロキとフライパンで温めていきます。タラの芽は塩でいただきます。魚のヒラマサは結構スパイスかかっていたんで、もうそのまま食べます。ご飯美味しそうです。炊飯器は水蒸気がついています。で軽く拭いて、その後上とティッシュでも拭いておきます。さあ、ヒラマサどんな味するんでしょうか。それではいただきます。ごちそうさまでした。やっぱりここでしか食べられない食材を食べるのって本当に贅沢ですよね。このヒラマサの魚の皮なんですけど、鱗ついてたんで今回残しました。洗い物出ないように下にラップも敷いてました。なので全く汚れてません。あとはもうウェットティッシュで拭いておきます。はい、これで再出発します。ポータブルバッテリーなんですけど、調理して残量が 99% ですね。全然減ってないですね。むしろ増えてますね。この大容量ソーラーパネルとポータブルバッテリーの相性すごいですね。永遠に調理できそうです。次向かう場所なんですけど、なんと佐渡島最西端がですね、ここ最南端からすぐ近く、車で10分ぐらいのところにあります。
もうこの調子だったら1日で島回れちゃうんじゃないかってぐらい早いですね。とりあえず向かいます。あ、海が見えてきましたね。ここからは海岸線をずっと走行します。今日車中泊する場所まだ決めてないんで、もうちょっとしたら場所決めていきたいですね。あの灯台ですね。あれが佐渡島の最西端です。すごい断崖絶壁です。今日は穏やかですが、荒波でこんなにも削られたんですね。ここを歩いていったら行けるようです。灯台の前に岡の平遺跡、ここは江戸時代後期に異国船の来襲に備えて大砲の台場を構築したそうです。確かに佐渡島は外国の船も来やすそうですね。はい、佐渡島最西端到達しました。沢崎花灯台、佐渡島最西端にある灯台。しかし佐渡島は熊がいないっていうだけで本当安心です。佐渡島は本当地形が面白いですね。なかなか本州では見れないような面白い形の岩がたくさんあります。もうあの岩なんかは誰か人間が建てたんじゃないかなっていうぐらい面白い形してます。次なんですけど、ここから佐渡島を北上していきます。で、お風呂や車中泊スポットそろそろ探したいですね。佐渡島のちょうど真ん中あたりまで行くと無料のキャンプ場や海水浴場の駐車場などが車中泊スポットとして使っている方が多数いるようです。このロケーションですもんね。どこの駐車場も絶景スポットだと思います。トイレ付きの場所も多いようなんで、もういいとこ見つかったらそこで車中泊します。はい、現在時刻夕方の4時過ぎました。で、日も少し暗くなってきました。佐渡島の真ん中あたりなんですけど、この辺はもう本当に普通の街です。民家もたくさんあり、お店もたくさんあります。とりあえずお風呂入ります。あ、ここいいな。かなりロケーションのいい駐車場があります。行ってみます。お風呂行く途中にすごいいい場所だったんで寄ってみました。目の前見てください。このロケーション最高ですね。向こうにトイレもあります。駐車場はかなり広いです。海へはこんな感じで階段のように降りれます。反対側も永遠に続くこの海岸線、最高ですね。街灯もあるんで夜は着きそうですね。はい、今ネットで調べたらこの場所車中泊してる方結構いらっしゃるみたいなんで、今日はここで車中泊します。明日晴れてくれたら絶景が拝めそうです。あとは地元のヤンキーのたまり場になってないことを祈るだけです。一旦お風呂行ってまたここに戻ってきます。あれ、やってない？休館日、毎週月曜日、今日火曜日なんですけどね。あ、月曜日が祝日の場合は翌日の火曜日、昨日祝日の月曜日だったんで、今日振り替えの休みなんですね。やっぱり Google マップの営業は当てにしちゃダメですね。仕方ないですね。こっから15分ぐらいで別の温泉あるみたいなんで、そこ行ってみます。あ、誰か間違えて来てますね。やってないんですよね。ここですね。金井温泉。温泉のようですね。次は前もって電話確認したんで、間違いなく空いています。今回の旅、着替えはリアボックスに入れてます。それでは一風呂浴びてきます。すっかり暗くなりました。大きい湯船が一つだけの温泉でした。結構高温だったんで、もう今でも体がポカポカです。いやー、気持ちよかったです。このままビール飲みたいですね。それでは先ほどの駐車場戻ります。うわ、日暮れると全然街灯もないんで真っ暗ですね。日が昇った時はすごい景色いいんですけどね、夜になるとすごい怖く感じます。駐車場戻ってまいりました。街灯はついてないですね。前の民家がありますんで、そこの街灯がついてるだけです。車中泊のセッティングしていきます。フロントはこの簡易シェードしておきます。やっぱりすぐ後ろが海なんで、海風がきつくて
結構寒く感じます。程よく車中泊されてる車もいたんで良かったです。キャンピングカーも何台か車中泊されてますね。ここがトイレなんですけど、電気消えてますね。ちょっと入ったらつくタイプですね。良かったです。なんか目の前にはいい感じの居酒屋さんがありますね。それでは車内戻って晩ご飯にしたいんですけど、ちょっと斜めってますね。ギアが下がってます。カースロープで調整します。ほんの少しだけ乗せました。これで水平になっていると思います。車内はこのカーテンして、これで完了なんですけど、今日はポップアップちょい上げしておきます。せっかくなんで少しだけ上げておきます。全部上げちゃうと今日風強いんで揺れると思います。はい、ちょい上げポップアップ完了しました。これ上げてないと結構天井頭スレスレなんですけど、上げることによって20センチぐらい上がりますんで、かなり快適になります。ポータブルバッテリーは現在 99% です。今日曇りだったんですけど、ソーラーパネルが 400W と大容量なんで常時 100W ぐらい入力されていたので、少し使うぐらいでしたらすぐに満タンに戻りました。さあ、あとはもうお楽しみの宴なんですけど、今日はビール飲まないでおこうと思ってました。でもせっかく念願の佐渡島一周の1日目ということで、一杯ぐらいいいですよね。すいません、行かせていただきます。それでは新鮮なお刺身いただきます。今日取れたばっかりの佐渡島産の南蛮エビ、これ甘エビらしいです。それとバイ貝、あとは佐渡島産のサーモンですね。こちらも美味しそうです。美味しそうですね。完成しました。佐渡島産の刺身です。醤油差しがないので、この紙コップカットします。それではいただきます。まずは南蛮エビから。ごちそうさまでした。刺身たくさんあったんでお腹いっぱいになりました。明日からもこの新鮮なお魚たくさん食べられると思うと旅が楽しみです。さあ、あとは眠たくなるまでゆっくり過ごします。ちょっと照明暗くしてリラックスします。いやー、この空間最高です。すごいリラックスできます。なんか横になっているとすぐに寝そうです。寝落ちする前に先に歯磨きとベッド展開しておきます。おはようございます。昨日疲れていたのか、もう記憶なく寝ていました。予約も取らずに
疲れたらそのまますぐ寝られる車中泊っていうのは一人旅との相性はバッチリですね。しかもここ佐渡島は海岸線沿いに車中泊スポットがたくさんあります。魚も美味しいし、あと1ヶ月ぐらいここに降りたい気分です。今現在の外気温が 13.7 度、中が 17.6 度です。暑くもなく寒くもなく、車中泊にはぴったりの季節でよく眠れました。いただきます。周りの景色どんななんでしょうか。見に行きたいと思います。その前にシュラフ片付けて着替えます。今日の夜もまたシュラフ使いますんで、もうこの収納袋に入れずにこのままここに入れておきます。そしたら用意も一瞬ですね。朝ごはん用にこのレトルトのご飯だけ温めておきます。うわ、すごい海風がひんやりして気持ちいいです。この佐渡島の窓湾を一望できます。海岸線左右ずらっと端までかなり歩いていけますんで、ちょっと散歩してから車戻ります。なんか海見ると小さい魚がたくさん泳いでます。この辺はやっぱり餌も豊富なんですかね。ここの海は遠浅ですごい透き通っています。佐渡島ってすごい荒波のイメージだったんですけど、ここは湾になってるんで穏やかです。すごい運動になりました。海風で少し体冷えたんで、あったかいご飯いただきます。朝ごはんなんですけど、昨日食べた南蛮エビ、そちらの頭だけ取っています。これ軽くフライパンで炙って煮込むといい出汁出るみたいなんで、熱々の味噌汁いただきます。この電気鍋使っていきます。で炒めていきます。もう香りがね、すごいエビのいい香りします。それではいただきます。ごちそうさまでした。佐渡島での初めての朝食だったんですけど、最高の朝ごはんになりました。まだまだ島を回るのでいいスタートが切れました。お皿は汚れ防止するためにクッキングシートやラップを敷いていたんで汚れてません。上でティッシュで拭くだけで大丈夫ですね。エビの味噌汁作ったこちらの鍋は水で洗っていきます。あれ、水が出ない。タンクもまだまだ入っていて使いたいんですけどダメですね。ちょっと原因がわかんないんで今回はもう使うのやめておきます。ここにアルカリ電解水置いてますんで、このアルカリ電解水とティッシュである程度汚れ取っていきます。そして最後にウエットティッシュで拭いておきます。はい、見た感じもう汚れは全くついてないです。一旦これでいって、で旅終わってからまた家できれいに洗います。はい、片付け完了です。水が出ないのはかなり痛いトラブルですが、キャンピングカーのこのポンプの故障って結構あるあるなんですよね。なのでいつ水が出なくなってもいいようにこういったもの持ってきといてよかったです。
ポータブルバッテリーの残量は 90% とあんまり減ってないんですけど、一応ソラーパネルでまた充電しておきます。空は少し雲があります。太陽も少し隠れているこの状態で 234W 発電されています。この調子だったらポータブルバッテリーもすぐに満タンになりそうです。それでは今からこの海岸線ずっと走って佐渡島最北端目指します。出発できるようにこのレベラーとポップアップを下げます。若干空は曇ってるんですけど、うっすら太陽も出ていてとても気持ちいいダラブ日和です。今日は海岸線をずっと走りますので最高の佐渡島車着旅になりそうです。ここから少し山の方に行ったら佐渡金山があるらしいんですけど、今回目的が佐渡島一周なんで、そこ行ってしまうと時間的に間に合うか分かりません。でも海岸線一周ルート沿いに佐渡金山の関連施設で天空の城ラピュタのような場所があるみたいなんで、そちら行ってみます。到着しました。意外とすぐでした。もうなんか異様な建物が見えています。早速行ってみます。なんか広場になってますね。うわ、すごい光景ですね。本当に天空の城ラピュタに出てきそうです。佐渡金山から取れた鉱石の処理場ということで、当時はこんな苔も生えてなかったと思うんですけど、こういった当時は最先端の人工物でも時間が経てば自然の草木や苔が生え、こんな光景になるんですね。本当に映画に出てくる未来の都会のようです。ライトがところどころありますね。夜はライトアップされるんですね。いや、いいもの見れました。近くの愛川無料市営駐車場に来ました。ソーラー発電だけで行くオフグリッド佐渡島一周3分の1ぐらい終えました。1泊2日車中泊してみて思ったことは、春の車中泊は電気だけで余裕ですね。ガスがなくても何泊でも旅できそうです。現に今ポータブルバッテリーの容量満タンです。ただ昼は車内ちょっと暑くなってきたので、ポータブルクーラーなど使えば状況は一転しそうです。自分的には今年の夏は DC12V クーラー、このインディ727に DIY で設置チャレンジしてみたいです。そうなるとどこでも行ける最強の軽キャンピングカーになります。そして初めての佐渡島は車中泊旅には最高の場所だと分かりました。人も少ない、トイレ付きの絶景駐車場がいくつもある。ただ道の駅は島で一つしかなくて RV パークに関してはゼロです。海沿いの絶景駐車場は綺麗ですが、夜は真っ暗なので初心者向きではなく中級者向きの場所かもしれません。初めての車中泊旅の方はキャンプ場いくつかあるようなので、そちらを利用すれば快適に過ごせそうです。今回の旅の後半は島に一つしかない道の駅も寄りたいです。そして今回初めて使用した固体電池のポータブルバッテリー、これかなりいいですね。良かったのが静かだったことです。 AC 出力時のファンがかなり静かでした。このぐらいのファンの音量なら夜寝る時も気になる人はいないと思います。この長方形の形に秘密がありそうです。ファン回ってる時はここから空気吸い込んでました。で、全体冷やしてここから出ます。なので効率がいいんだと思います。何よりコンパクトで安全性高いのは車に搭載する上で嬉しいですね。一方いまいちだったのが、これアプリ接続できるんですけど、何回やっても Bluetooth で接続できませんでした。 Wi-Fi 経由でしたら接続できました。旅先で使用したいので Bluetooth で直接接続したいです。家のインターネット環境がある Wi-Fi 経由でしたらつながりました。ただ家が離れると Wi-Fi 環境ではつながりませんでした。この辺はまたメーカーさんに聞いてみたいと思います。あと気になったのはこの AC 出力のスイッチが裏だったんで使いにくいんですけど、それもアプリがつながると問題ないと思います。あとは価格ですね。今主体のリン酸鉄リチウムバッテリーに比べると割高になってしまいます。この辺は普及して下がってくれることを願いたいです。車中泊の未来は明るいとこのバッテリーを使って感じました。
さあ、それでは佐渡島一周車着旅後半行ってきます。今、日本海最大の島佐渡島の西側にある相川無料市営駐車場にいます。小木港からスタートして1泊2日経ちました。この軽キャンピングカーに搭載された400ワットソーラーパネルとポータブルバッテリーだけで行く佐渡島オフグリッド車中旅、残り3分の2です。昨日は雨や曇りだったけど、今日から天気回復するのでガンガン発電してくれると思います。今ポータブルバッテリーの残量は 100% です。容量は約2600ワットアワーです。今から佐渡島を北上し、佐渡島最北端を目指します。それでは安全運転で行ってきます。この辺は尖閣湾など絶景スポットが続くポイントです。岩が一つ一つ独特の形していて見とれてしまいます。もうほんとこの辺景色綺麗なんで、どこか海岸線の駐車場に寄ってお昼ご飯いただきます。あれ目の前に見えてる洞窟は昔の旧道ですね。すごい雰囲気あります。うわ、最高のロケーションですね。佐渡島はこういう海すぐ横の駐車場が本当多いんですよね。すぐ横にはトイレもあります。更衣室やシャワー室もありますんで、海水浴もできる場所なんですね。この公園は荒波で削られた面白い形の岩がたくさんあります。なんか鳥居みたいなのあって階段もあるんで中入りそうですね。反対側は漁港になっています。こっち側にもまた変わった面白い岩があります。さあ、この誰もいない駐車場で絶景を独り占めしてお昼ご飯いただきます。お昼ご飯なんですけど、スーパーで購入したヘジンモッコ、こちら食べています。ソーセージなんですけど、佐渡島の名物らしいです。いただきます。ごちそうさまでした。ホットドッグ3つとヘジンモッコのソーセージ2つだったんで、結構量多いかなと思ったんですけど、脂身が少なくてさっぱりしていたんでペロリと食べちゃいました。今回の昼食はもう洗い物なしですぐに移動できます。ウインナーカットした包丁だけウエットティッシュで拭いておきます。お昼ご飯食べてポータブルバッテリーの残量が 96% です。今ソーラーパネルからの充電はオフで止めてます。まだ少し薄い雲があって太陽隠れているんでガンガンには発電しないんですけど、200ワットちょっとは発電されると思います。なのでポータブルバッテリーすぐに満充電になると思います。満充電になったらポータブルバッテリーはもう充電されない仕組みなんですけど、昨日から 95% とか 90% 台から 100% の繰り返しなんで、あまり 100% までの充電を短期間で繰り返すのはリチウムバッテリーに良くない気がしますんで、今日はもうこのまま充電せずに今日の夜も電気消費してガツンと減ってから
明日の朝日でがっつり充電したいと思います。ここから最北端まで1時間ぐらいです。ひたすら佐渡島の西側の海岸を北上します。もうこの先はコンビニも何もない手つかずの大自然です。外海部海岸と呼ばれ、国定公園に指定された景勝地です。はい、到着しました。ここの駐車場から歩いて行けるそうです。あ、マップありました。これですね。2つか目。これが佐渡島最北端です。すぐ近くに弾崎灯台というのがあるんですけど、これもサイトによっては最北端と案内されていましたが、歩いて入るのは難しそうなんで、この2つか目を最北端として今回行きたいと思います。うわ、すごい。キャンプ場もあります。うわ、すごい。本当に2つの亀のようです。沖ノ島と磯の島、2つの亀がうずくまっているように見える島。満潮時は道がなくなるようです。海水の透明度は佐渡島随一だそうです。本当に絶景ですね。せっかく最北端に来たんで、記念にここでジャンプしておきます。さあ行きます。佐渡島最北端。もう悔いはないです。佐渡島最南端、最西端、最北端来ましたんで、あとは最東端ですね。今日は間もなく日没なんで明日行きます。はい、それではここからは南下していきます。佐渡島の東側を回っていきます。南下していって真ん中ぐらいまで行くと島唯一の道の駅があります。暗くなる前にそこまで来たらいいんですけど、こんな最北端付近にも民家や小学校がありました。同じ日本でも知らない世界がこんなにもあるんですね。ここに住むとどんな世界が待っているんでしょうか。とても興味あります。なんとか真っ暗になる前に到着しました。さすが佐渡島、コンパクトな島ですね。まもなく道の駅なんですけど、その前にスーパー寄っておきます。道の駅のショップがもう閉まってますんで、すぐ近くのスーパーに来ました。すごいローカルな感じでいい感じですね。地元の食材が売ってそうです。うわ、佐渡産のタイが並んでいます。あ、こっちは大きいヒラメですね。あ、こっちはもう切り身になっている魚が売っています。佐渡はタイも有名なんですね。やっぱり当たりでした。地元産の美味しい魚が安く売っていました。やっぱり冷蔵庫あるとこの刺身いただけるんで本当嬉しいですね。今回家へのお土産用などいろいろ買ったのでパンパンです。でも大活躍してくれました。9リッタータイプのコンパクトな車載冷蔵庫を持ってるんですけど、あれはあれですごいコンパクトに収まるんで便利なんですけど、やっぱり15リッターぐらいあると食材の大きさも気にせずそのまま入れれますんで、車中道の幅がぐっと広がります。はい、ここですね。到着しました。あ、キャンピングカーもいますね。道の駅の施設はかなり向こうになります。こちら側の広い駐車場は臨時駐車場のようです。今日は空いてたんでこの一番端に止めました。あちら側なんですけど、もう真っ暗で何も見えないですけど海があります。この辺は大きい漁港があるようです。キャンピングカーとトレーラー、あとは普通車でも車中泊されている方が何組かいらっしゃいました。ここが道の駅の建物です。佐渡の風景の写真展などが行われているようです。明日の朝やっていたみたいですね。この建物のすぐ横はもう海です。なんか見た感じ中も入れないんでトイレがないですね。こっち側でもないですね。ありました。あの端にトイレのマークあります。こんなところにトイレの入り口ありました。暗いんですけど、あ、電気つきましたね。動くと奥の電気がどんどんついていきます。後でこちら利用させていただきます。トイレのすぐ前にはピンクの電話があります。珍しいですね。トイレのすぐ外は街灯があるんで
あまり怖さは感じません。こっちの街中民家の方を歩いていったら10分ぐらいで温泉あるようなんですが、さっき Google マップ確認したら休みって書いてたんで、今日はもうお風呂やめてきます。それでは車内でくつろぎます。今日の車中飯なんですけど、先ほどスーパーで新鮮な魚買いました。佐渡産のタイとヒラメです。今日はこちらを使って焼きラーメンを作ります。これ佐渡の方が見たら怒ってしまうかもしれませんね。まずは魚の味そのものを知るために刺身で少しいただきます。この肉厚、大きさ、タイこんなに大きいんですね、佐渡さんは。じゃあもうこのまま贅沢に醤油かけてわさびでいただきます。まずはタイからいただきます。うわ、これは美味しいです。新鮮なんで少し歯ごたえもあって、噛めば噛むほどタイの旨味が味わえます。うわ、ヒラメも美味しいです。これなんか油乗ってるんですけど、さっぱりしていてなんぼでもいけそうです。さあ、それではこちらで焼きラーメン作っていきます。ヒラメの方は明日の朝まだいただきます。今回はタイを使ってタイの焼きラーメン作ります。いや、美味しそうにできました。かなり豪華なラーメンですね。それではタイをほぐしていただきます。ごちそうさまでした。今タンクのお水使えないんで、洗い物するやつはウエットティッシュで拭いていきます。
包丁とかは油ついてますんで、このアルカリ電解水かけておきます。はい、ポータブルバッテリーの残量は現在 85% です。明日の朝、日が昇ってからソーラーパネルから充電します。歯磨きはもうこの飲む用の水、こちら使って少ない水でやっていきます。やっぱりこの常設ベッドのレイアウト最高ですね。すぐに眠れます。自分がもし軽キャンピングカーやキャンピングカーを作るとしたら、常設ベッドは絶対に作ります。そしてこの常設ベッドの下の分割マット、この収納ですね、これもかなり便利です。なのでこちらも絶対に導入すると思います。今日で佐渡島泊まるの最後です。明日5時のカーフェリーで島を出ます。やっぱり楽しい時間は一瞬ですね。今日の最北端の景色が脳裏に焼き付いています。真っ暗な素振りのトンネルに荒波に削られた巨大な岩、そしてその周辺にある集落、見たことない景色にワクワクしました。おっさんになってもまだこんな楽しいことあるんですね。場所があればどこでも安全に寝られるキャンピングカーのおかげです。明日は南部の手つかずの自然が残るルートを走ります。どんな景色なのか楽しみで仕方ありません。おはようございます。今日は快晴です。佐渡島旅3日目にしてようやく晴れました。今温度計確認したら車内が24度とかなり暑くなってきました。窓開けて換気扇回して空気入れ替えます。冷たい海風が入ってきて気持ちいいです。すぐ横の道はなんか幹線道路のようで頻繁に車が通ってます。そして工事もしてますね。なので寝る前はかなり静かだったんですけど、朝はかなり音がしました。自然の目覚ましですね。一旦冷水でほうじ茶いただいて目を覚まします。ここの周りどんな景色なんでしょうか。昨日到着した時は真っ暗で何も見えませんでした。ちょっと散歩してきます。その前に一旦片付けて朝ごはんも温めてきます。車内が少し暑いのと、この炊飯器の水蒸気出ますんで、もう換気扇は回したまま散歩行ってきます。うわ、最高のロケーションですね。向こうは海です。後ろは旅館や古い家など少し下町の雰囲気がします。すぐ横には大きい山もあります。こういった自然と街並みがコンパクトに凝縮されてますね。ここが島佐渡島なんだと改めて実感しました。向こうの海の港の方行っています。でその後道の駅も寄ってみます。カモメの音が聞こえます。それにしてもすごい快晴ですね。今日はよくソーラーが発生しそうです。やっぱり透明度高いからなんですかね。海の中の魚が見えます。こういった漁港のすぐ隣の道の駅って珍しいですね。あそこにはフェリーも見えます。あれは新潟市内に行くカーフェリーです。ここの場所は佐渡島の真ん中あたりですごい栄えてますんで、佐渡島の街中を観光するならこっちのフェリーの方が使い勝手良さそうです。そして向こうが少し山になっているのが佐渡島の南部の方ですね。今日はあっこの海岸線沿いずっと走って東部の最東端に行って、そしてスタートして南部の小木港へ向かいます。
この漁港の地面割れています。これももしかしたら能登半島地震の影響ですかね。それでは道の駅のショップ寄ってお土産買ってきます。特にお土産屋さんとかはないようです。ここに佐渡市自転車での一周のコース書いています。今回途中自転車もたくさん見ました。すごい気持ちよさそうでした。走行距離 202.5 キロ、獲得標高2218。そうなんです、かなり高低差あったんですね。平坦なように見えてかなり起伏がありましたんで、自転車は景色いいんですけどきついコースだと思います。佐渡の四季の写真展があるようなんで、それ見ていきます。なんと入場無料でした。佐渡の各地の絶景ポイントが収められていましたんで、まずここの道の駅寄って行きたいスポットを探すのもいいかもしれません。それでは車内戻ってサクッと朝ごはんいただきます。はい、ご飯も温まってますね。おかずなんですけど、昨日余ったヒラメと、あと佐渡産のイワシ、こちらも入れていきます。結構豪華な食事になりました。それでは醤油ちょっとかけていただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは出発の準備していきます。アルミホイル破けてないですね。もうこのままウェットティッシュで拭いたらいけそうです。はい、あとは換気扇を切って、このちょっとだけ上げたポップアップ下げれば出発できます。朝食の調理も終わって、ポータブルバッテリーの残量が現在 77% です。それではこのソーラーパネルからの配線が現在オフになっていて、でこっち側にしたらポータブルバッテリーにつながります。これで充電します。外は快晴です。それで今現在発電が256ワットです。まあまあ発電されてるんですけど、これ今ソーラーパネル触ると結構熱くなってます。熱を持ちすぎるとソーラー発電の発電量が下がってしまいます。でこれ走行すると走行風で冷やされてかなり発電効率が上がります。なので300ワットは超えると思います。佐渡島一周、残りは斉藤丹のみです。今がここで斉藤丹がこの辺ですね。あとはこの南部の方に進んでいってフェリーに乗ります。斉藤丹の場所なんですけど、この一番東のところ、ここにですね、この片島弁天という一枚岩の場所があるみたいです。ここが一番東っぽいんで、ここを斉藤丹として目指します。 iPod 佐渡さん、ありがとうございました。それでは安全点で再出発します。
いや、今日はめちゃくちゃ気持ちいいです。佐渡島の海はすごい遠浅なんで、海が青いんですよね。より一層綺麗に見えます。今回海岸線をずっと走ってるんですけど、もう全然飽きないですね。北海道のような一直線が延々と続きます。うわ、ここちょっと面白いですね。何もない本当に海岸線の道路なんですけど、この大きい岩の上に無数の鳥がいます。なんかもう動物園で見るような光景なんですけど、普通にあります。佐渡島が自然豊かな証拠ですね。ここは漁港のようですね。水津漁港、堤防があって入り組んだ地形になっています。で、その奥にここに住まれている民家がずらっと並んでます。やっぱりこういうとこ住まれている方って皆さん漁師なんですかね。階段がありますんで、海の近くまで歩いて降りれるようです。海が透き通ってます。ふらっと立ち寄ってよかったです。これ道端にウニが落ちています。これはあの鳥さんたちが食べたんですかね。この海鳥はかなり贅沢なものを食べて育っているようです。それでは再出発します。道路沿いにちょうどいい駐車場ありました。ソーラーパネルがよく見えますね。すごい綺麗な砂浜になっていて、遊歩道みたいに歩けるようになってます。これが風島弁天ですね。近くで見るとすごい迫力です。デイサイトと呼ばれる岩石でできた一枚岩だそうです。階段もあるんですけど、上上がれるんですかね。はい、真下まで来ました。鳥居があって、なんかパワースポットのようですね。この辺は国の天然記念物トキですね、住んでいたようです。そして国内最後の野生のトキがこの辺で生息していたようです。せっかくなんでちょっと上がってみます。階段はしっかりあるんで登りやすいです。でも見たことないような急斜面です。これかなりきついですね。うわー、怖っ。下見ると上がってきたの後悔します。でも景色は絶景です。いや、これは登ってみる価値ありますね。でもまだある。ここが頂上のようです。すごい神秘的な建物です。一番上まで来ると木が覆いかぶさっていて、景色はあまり見えないですね。途中が一番怖かったです。さあ、ここが佐渡島の最東端ということで、最南端、最西端、最北端、最東端、すべて制覇しました。はい、お邪魔しました。それでは下っていきます。ちょっと記念にジャンプしようかと思ったんですけど、すごい神聖な場所だったんでやめときました。いやー、しかしこんな断崖絶壁で急な場所まで階段と手すりを作ってしまう人間ってすごいですね。はい、ありがとうございました。いい運動になりました。高所恐怖症の方はやめておいた方がいいと思います。さあ、ここからずっと南部の方へ向かいます。ここから先は北部のようにコンビニも何もない大自然の中を走行します。どんな道か楽しみです。しばらく走行して景色が良くて車止めるとこあったら、そこでお昼ご飯いただきます。なんかこの島の南部なんですけど、すごい淡路島と似てます。淡路島も右手に山があって左手に海がずっと続きます。そして何より人が少ないんですね。四国の南部もそうですね。時折民家が現れます。日本の島の南部は共通点があるような気がします。うわー、ここすごいな。なんかテーマパークのようなトンネルでした。ここちょっと面白そうですね。赤泊港という港がありました。歴史のありそうな港です。すごい。これはもう完全に江戸時代ですね。赤泊御番所。江戸時代はここが佐渡島の入り口の港だったんですね。当時はこんな感じ、こんな姿で番所の役人の方がいらっしゃったんですね。これ面白いですね。田辺さんという方が天保2年1831年6000円でこの防波堤を改修されたようです。この6000というのは現在でいう5000万円になるようです。ふらっとたまたま言っただけですが、歴史ありますね。この港横の公園でお昼ご飯いただきます。現在ソーラーパネルなんですけど、240ワット発生していて、ポータルバッテリー残量なんともう 99% になりました。
約2時間半ぐらい走行しました。ポータブルバッテリー残量 77% から 99%、22% 増えました。ポータブルバッテリー容量は約 2600Wh です。ソーラーパネルは走行しなくても発電するんで、これだったらもう永遠に食べていきますね。車内ちょっと暑いんで換気しておきます。お昼頃なんですけど、昨日スーパーでこの佐渡産の天然ブリフライ、これ買ってきました。これでパンに挟んでブリフライサンド作ります。フライパンでこちら温めていきます。簡単ですがすごい美味しそうなパンになりました。それではいただきます。ごちそうさまでした。結構ボリュームあったんでお腹いっぱいになりました。ブリなんですけど、魚自体に味がしっかりついているので、白身魚フライのフィッシュバーガーより濃厚な味わいで美味しかったです。ポータブルバッテリーはもう 99% にまたすぐ戻ってます。充電はもう切っておきます。ここからもう少し南下するとスタートの地小木港です。最後まで佐渡島の景色楽しんでいきます。スタートの地小木港到着しました。これで佐渡島一周車着旅達成です。走行距離は約280キロ。自分は今回の旅富山県スタートなんで、富山戻るまで帰りのカーフェリーも旅のうちです。なんか佐渡島で美味しいものばかり食べているとジャンキーなもの食べたくなります。素朴なものですよね。特にフェリーの中にあるカップヌードル、なぜか異様に美味しいんですよね。帰りのフェリーはですね、乗車30分前でいいようです。ちょっと休憩してから乗船します。はい、フェリーのとこ到着しました。自転車も行きましたね。自転車も車両扱いのようです。自分の番来ました。それでは乗船します。船に入ります。乗船完了しました。今回ギリギリ30分前に入りましたので、自分が一番最後だったようです。もう出港するようですね。それでは向かい2時間半ゆっくりします。今日は2等室のこの雑魚寝ではなくて1500円ぐらいアップだったんですけど、一等室の指定席取りました。ここですね。入ってみます。とりあえず海見ながらカップヌードルいただきます。やっぱこういう時はノーマルですよね。ここいいですね。ここで海見ながら食べましょう。
いただきます。うわ、めちゃくちゃ美味しい。この海見ながら見るカップヌードルたまりません。佐渡島が見えなくなってきました。このカップヌードルをいただきながら佐渡島の旅をかみしめます。ごちそうさまでした。夕日がすごい綺麗ですね。この海面に夕日のラインが一直線で映っていてすごい綺麗です。行きは風が強くて長時間外におれなかったんですけど、今日は風も穏やかですごい気持ちいいです。それでは中に入って少し仮眠します。無事直江津港まで戻ってまいりました。ここから本当のスタートの地富山県、まだ高速道路で2時間ぐらいかかります。でもフェリーでしっかり疲れ取れましたんで、このままノンストップで帰りたいと思います。はい、じゃあ高速道路入ります。北陸道は少し風が強くて小刻みに揺れますが、このぐらいだったら問題なく走行できます。それでは引き続き安全運転で走行します。出発の地富山県に戻ってきました。ここは高速道路の流れ杉パーキングエリアです。走行距離495キロ。3日前の朝4時に出発して今夜の23時です。2泊3日で富山県から佐渡島一周して戻ってくることができました。今回の車旅はこのソーラーパネルとポータブルバッテリーでオフグリッド車中旅で挑みました。結果的には電気は余裕でした。ポータブルバッテリーは常に 100% 近い感じでした。天気最後の日は晴れだったんですけど、この400ワットのソーラーパネルのおかげで曇りでも100ワットぐらい発生しているのが心強かったです。100ワットっていうのはこの車のシガーソケットから走行中ポータブルバッテリー充電できるんですけど、そのぐらいの発電量になります。これが曇りでも無料で常に充電されるのは大きいですね。今後夏に DC12V クーラーを設置した場合、このシステムでどのぐらいいけるのかやってみたいです。今回トラブル的なのはこの水道ポンプの故障ですね。せっかく13リッターもの水持っていったんですけど、この富山県から佐渡島までただ単に水を運んで持って帰ってきただけになっちゃいました。今回佐渡島初めて行きました。車中旅の観点で佐渡島を見ると、島の西側、これが島とするとこっち側ですね。こっち側は車中スポットが多かったです。で、東側は少ない印象でした。道の駅は一つあるけど小さめなので、連休とかだったら車が止められない可能性があります。自分で Google マップを見て衛星写真なので開拓するのが楽しいと思います。トイレ付きの無料駐車場が多かったですね。ただ風が強い場所もあったので注意が必要です。自分的には島にクマがいないので安心でした。猿とか鹿とか野生の動物も見ませんでした。これはたまたまでしょうか。人間に危害を加える野生の動物いないだけで本当に安心です。車中スポットは偏僻なところが多いので、個人的にはとても気になるポイントです。道路自体はきれいに整備されていて走りやすかったです。ただ一周するなら細い道もありました。なのでできるだけコンパクトな車の方が楽だと思います。そして島を回っていて感じたことは、手つかずの自然が残る場所や限界集落は近くで見られるので冒険感が強く刺激的で、海岸線をずっと走っていたんですけど全く飽きませんでした。その村独自のしきたりなどもあり面白かったです。本当時間の流れが違いました。止まっているようにゆったりと過ごせます。全く違う人生を疑似体験できたような感覚で、自分がもしここに住んでいたらなとか想像すると感慨深かったです。またこのような島巡り車中シリーズやっていきたいです。過去に回った四国や瀬戸内海の島は概要欄にリンク貼っておきますので、興味ある方よかったらチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。